はい、どうもこんにちは。クエスタの大村です。今日はですね、確認テスト直前ということで、2年生の、確認テスト、数学で、時々、出されるタイプの、1次関数の、2つの直線と、四角形を組み合わせたタイプの、問題について解説していきたいと思います。はい、じゃあ問題の方確認していきましょう。右の図で、直線 L は y イコール x、直線 M は y イコールマイナス x プラス12のグラフである。四角形 PQRS が長方形になるように直線 L 上に点 P、直線 M 上に点 S を取り、点 PS を通り y 軸に平行な直線と x 軸との交点をそれぞれ点 QR とする。ただし、点 P の x 座標は、0より大きく、二直線 LM の交点の x 座標よりも小さいものとする。はい。まず、この問題なんかパッと見、問題文長いしすごく難しそうですけど、この問題で見ないといけないポイントは、見ないといけない部分は、この問題で見ないといけない部分は、この部分で、この残りのこのただし、点 P の x 座標はうんたらかんたらっていうのは、これは、この右のこの図を見れば、わかる内容が、ちょっと文章として書いてある、だけです。で、まあ、これはなんでこんなことが書いてあるかっていうと、こういうふうに書いてないと、答えが絞り込めなかったり、まあ問題として、この文章だけ読んだ時に問題として成り立たなかったりっていう時に、まあこういうふうな正し書きがついてるわけです。なんで、まあこれは、この正しからは、右の図を見ればわかるので、読み込まないといけないところはこの中にあるということです。はい。で、この2つの直線と、四角形を組み合わせたパターンの問題、っていうのは、大体、これは結構は割とお約束の、パターンの問題で、このタイプの問題は大体解き方が、こうすればいいというのが、大体、決まってます。どうするかというと、この四角形のこの頂点の座標、これを、ある文字を使って、まあ何でもいいんですけど、文字を使って表す、というのが、この問題の基本的な解き方になります。はい、じゃあちょっとこの問題を使って具体的に説明していきたい。丸1、長方形 PQRS が正方形になるとき、点 P の座標を求めなさい。はい、じゃあまずは、問題文からわかる条件を、直線 L は y イコール x 線 M はイコール x プラス。で、これ PQRS、これが、長方形で、この P、点 P、点 S を通り、y 軸に平行な直線と x 軸との交点をそれで QR するというふうにあるので、この点 P と点 Q の x 座標、点 S と点 R の x 座標が同じということが分かります。で、この PQRS がこれが長方形なので、この直線 PS も x 軸でこうということになるので、この点 P と点 S の y 座標が同じということが分かります。はい。で、このタイプの問題の基本的な解き方は、まず、この、四角形の4つの頂点の座標を、文字で、表してみるというのが基本的な解き方になります。ここではまず点 P の、x 座標を、t と置いて、ちょっと考えてみましょう。はい。はい。点 P の x 座標を、t と置きます。そうすると、この点 P は直線 L、y イコール x 上にありますので、この y イコール x に、この x 座標の t を代入します。そうすると、y イコール t となります。なので、点 P の座標が tt というふうに決まる。で、同じようにはい、で、点 P の、x 座標が t、y 座標が t というふうに決まったので、点 Q の、これまず x 座標が点 P と同じなので、
t と分かります。で、x 軸上にありますので、点 Q の y 座標は0です。で、次に、点 S と点 R を考えるわけですけど、これ点 R は今、いきなりこの状態だと、座標が分かりません。そこで、この点 S、式が分かっている直線上にあるこの点 S から先に考えます。点 S、これは、直線 M、y イコールマイナス x プラス12乗にありますから、で、この点 S は、この点 P と、この点 S は点 P とこれ y 座標が一緒なので、点 S の、y 座標はこれ点 P と同じところにありますので、まず y 座標が t というのが先に決まり、点 S の y 座標が t というのが先に、点 S の y 座標が t というのが先に決まります。で、この点 S は直線 M、y イコールマイナス x プラス12乗にあります。なので、この y は t というふうに決まっているので、これに y イコール t を代入します。でそうすると、t イコールマイナス x プラス12、となるので、x イコールマイナス t プラス12ということなので、この点 S の座標がこれで決まりました。x がマイナス t プラス12、y が t。で、そうすると、この点 R、この点 R の、x 座標はこの S と一緒ですから、点 R の x 座標がマイナス t プラス12、そして、x 軸上にありますので y 座標は0。はい、これで、この4つの頂点の座標を、1種類の文字 t という文字を使って、表すことができました。はい、じゃあ、丸1の問題を解いてみます。長方形 PQRS が正方形になるとき、点 P の座標を求めなさい。まあ、この文字が、不明な文字が1個ある状態だと、この等式を1つ作れば、その未知数が求められるということなので、どうやったらこの等式を1個作れるかなということを考えます。でこれ長方形 PQRS が、正方形になる時とあるので、ここの長さがこれ全部一緒になるという、ことになります。で長さが一緒というのでこれで、等式が1個作れますよね。だから、この PS の長さ PQ の長さこれで、等式を1個作ることができます。はい、じゃあちょっとやります。PS は、この S の x 座標から、この P の x 座標を引いたのがこの PS の長さなので、マイナス t プラス12、マイナス t で、マイナス 2t プラス12で、PQ はこれが、P の y 座標から Q の y 座標を引けばいいので、t マイナス0は t。この PS と PQ が等しくなりますので、マイナス 2t プラス12イコール t。そうすると、これで t が求まります。マイナス 3t イコールマイナス12なんで、t イコール4と。で、点 P の座標は、tt ですから、4というのがこれは P の座標と求まります。はい。丸2番、PS イコール 2PQ となるとき、点 P の座標を求めなさい。PS イコール PQ。この丸1番で PSPQ、これ t で、表すことがもうこれできてるので、これをそのまま使います。PS イコール 2PQ より
マイナス 2t プラス12イコール 2t。これを解くと、マイナス 4t イコールマイナス12なので、t イコール3ということで、点 P の座標はこれが tt ですから3、3。これで終わりです。はい。まあ、こんな感じで、この四角形を絡めた問題は、大体この文字で置いて、この頂点の座標を文字で置いて、等式を作って解くというのが基本的なやり方になります。はい。はい、皆さん、こんにちは。クエスタの大村です。今日は、確認テスト直前ということで、中学2年生の、第3回確認テストの、問題の、対策を、したいと思います。今回は一次関数の、直線の式と、四角形を絡めた問題、について解説していきます。はい。この直線の式と、この四角形の座標をこう絡めた、ような問題っていうのは、基本的にだいたいこれをやれば、解けますというのが、あります。それは、どうやって、どういう方法かというと、この四角形の頂点の座標を文字で置いて、等式を、立てるというやり方で、このパターンの問題は解くことができます。はい、じゃあそれではちょっと、問題を一緒にやっていきましょう。はい。下の図で、直線 L は y イコール x プラス4のグラフで、x 軸との交点を、y 軸との交点を B とします。直線 M は点 C、点 D を通るグラフです。直線 L と直線 M の交点を P とするとき、次の角問いに答えなさい。はい。まず、括弧1番、点 A の x 座標を求めなさい。直線 L の式が、まず問題で条件で与えられてますので、これを使って求めればいいですね。で、この点 A は、まず、この x 軸上にありますので、この y 座標が0というのだけ、まずこれ、パッと見でわかりますよね。で、じゃあこの x 座標を求めればいいんですけど、どうやって求めるかというと、この y 座標を、この関数の式に代入します。じゃあやってみますね。y イコール0。これをy イコール x プラス4に代入します。そうすると、x プラス4イコール0で、x イコールマイナス4とわかるので、点 A の x 座標はマイナス4。はい。次、直線 M の式を求めなさい。この問題文を見ると、この直線 M を通る2点の座標が与えられています。点 C は12、0。点 D は0、8です。これもね、もう皆さんは、この辺りのことはもう、簡単にできるようになっていると思いますけど、この2点の座標が与えられていて、直線の式を求めるパターンというのは、いろいろやり方ありますけど、まず一つは連立、方程式を作ってそれを解くというやり方ですね。で、あともう一つのパターンが、この傾きを先に求めて、この PQ を通る関数の式 y イコール 括弧 x マイナス p 括弧閉じプラス q で求めるというあります。で、ただこの問題は、この x が0の時の y の値、つまり切片が、もう8っていうふうにここで分かってますので、あとは、傾きだけ求めればいいということですね。はい。で、じゃあその傾き変化の割合は、どうやって求めますか？はい、そうですね。x の増加量分の y の増加量で求めます。
で、x の増加量は、これが0から12になってますから、12、0から12になってますので、x の増加量が12。で、y の増加量は8から0になってますので、これがマイナス8です。ということで、変化の割合はマイナス3分の2と。で、切片がさっきも言ったように、これが8と分かってますから、もうこの傾きと切片出ましたので、これで式が決まりました。マイナス3分の 2x プラス8と。はい。括弧3番、点 P の座標を求めなさい。はい。この M の式が y イコールマイナス3分の 2x プラス8と分かって、で、この2つの直線の、交点の座標を求める問題。2直線の交点の座標を求める問題といえば、どうやって求めますか？はい、そうですね。連立方程式を、作って、それを解くと、この交点の座標が求まります。じゃあ早速やっていきましょう。y イコールマイナス x プラス4。y イコール x プラス4。そして y イコールマイナス 3x プラス8。はい、で、これを解きます。これを解くと、すると x プラスイコール 3x プラス8。で、これを解くと、これを解いていくと、x イコールの12で、x の値をさらに、丸1に代にします。そうすると、y の10プラス4で、の32と。だから、点 P の座標は5分の12の32となります。はい。では次。三角形 PBD の内部に辺 EF が Y 軸上にあり、点 G が直線 L 上に、点 H が直線 M 上にある正方形 EFGH を作ります。点 E の Y 座標を A としたとき、点 G の座標をその求め方を説明して答えなさい。ただし A は具体的な値を求め、座標は数字のみで答えること。はい、はい、出ました。お約束のパターンですね。この EFGH のこの頂点を、文字で表して、で、この正方形という条件で、等式を作ります。これ説明ってありますけど、普段その、解き方を書いてる流れをそのまんま、書いていけばいいだけですね。はい。まずは問題の、条件と同じように、まずは問題の条件と同じように、点 E の、y 座標を A と置きます。y 座標が A で、これ x 座標は、y 軸上にこれありますので、y 軸上にありますので、x イコール0から、E の座標が 0a というふうに決まります。で、続いて、この E の y 座標が決まると、この点 H の y 座標、これも同じなので、この点 H の y 座標がまず A というふうに決まる。でそして、直線 M 上にある。直線 M 上にあります。なので、直線 M、直線 M が y イコールマイナス3分 x プラス8この上でy イコールマイナス 3x プラス8に代入します。そうするとx イコールマイナス2分の 3x イコールプラス3プラス12ということで、点 H の座標はマイナス3プラス12というふうに決まります。で、点 H のこれ x 座標が決まれば、点 G の x 座標が、これが点 G の x 座標が同じなので、
直線 L 割る x プラス4乗にありますので、割る x プラス4にマイナス2のサラス10にします。そうすると、マイナスサラス12プラスから、マイナス2の3、プラス10。だから、点 G の座標がマイナス2の3、プラス12、マイナス2分の 3a プラス16というふうに決まります。で、この EFGH、正方形 EFGH、まあ、この、HE と、で、この EFGH はこれ正方形ですから、これで、まあ、EFGH がこれが正方形なので、EF、この EF イコール EH ということで、これ等式が1個作れます。で、まあ、等式が1個作れて、未知数、不明な文字が1個だけならば、これで、もう未知数を求められるということなので、これで問題が、解決します。で、ここで、まず、HE の長さを、まあ、求めた式を使って、点 H の X 座標から点 E の X 座標を引いたのがこの HE になりますので、マイナス3プラス12マイナス0イコールマイナス2分の 3a プラス12。そして、HG は、これは点 H の Y 座標からこの点 G の Y 座標を引いたのがこの HG なので、A マイナス、カッコマイナス2分の 3a プラス16に a プラス2の 3a プラス16で、EFGH は、正方形なので 1/1HG で、これを当てはめて、プラス15プラス16。そしてこれを解くと、A が、で、A イコールこれを点 G の、式に代入してあげると、C の3の11になります。はい。はい、こんな感じです。はい。まあ、このタイプのね、この直線の式に、四角形を絡めたようなこういう問題の場合は、頂点の座標を文字で表して、等式を作って解くという、ことで、ちょっとこれを頭に入れておいてください。はい。はい、じゃあ、今回の、この確認テスト対策の解説はこれで終わりたいと思います。はい。じゃあ、今回もここまでご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。